葉だけじゃ伝わらないものを一番伝えたいのはなぜ靴と振り減らして裸足でも止まれないのはなぜカバンの中に星空嵐の夜もそこにあるそろそろ旅に出ろローバーに咲く花よ花よゴロゴロ泥だらけ胸を焦がす夜明け夜明けそろそろ走り出せ壊れるまで遊べ遊べ踊ろうよ泥だらけ胸を焦がす夜明け夜明け父ちゃんも酒の匂い見て用意は水道の中に潜んでいると思われる。水道は遡れば城内に達する。必ず見つけ出し食い止めるのだ。井戸は地中から汲み上げてるわけではないんだな。江戸は海が近いから湧き水はしょっからいんですよ。だから玉川あたりから水を引いてきてそれを研いで井戸に。それってどんな化け物だった？水こいつを試してみますか。よし。お頭、この水は。こりゃいい酒だ。酒。才蔵、飲むな飲むな。無理ですよ。こう立ち込めちゃ。本体は逃げたようです。なんたることだ。酒を飲むのは罪？ママ、お一つ。江戸に来たのに吉原に来ずにいたとは我ながらアホだ。岡田、あまりすぎるな。武士はなんで酒焼きをするか知ってるか？酒焼き？ああ。おうま。ええ
それはな、ハゲるからだ。男は年を取るとハゲるハゲるとな、女にモテなくなる。だが若いうちから皆ハゲとけばそんな心配もいらん。まあ、いやいや、男はみんなハゲるのをごまかすのだ。我が国だけではない。西洋でもこんな帽子やカツラをつけるし、大陸でもみんな烏帽子をつける。朝鮮でも。岡田、何の話だったかな。あいつは止まらせてやってくれ。今さら叱られることもない。明日か明後日にでも腹を切らされる見込みだ。切腹？ああ、竹を売った。売ってはいけない竹でな。切腹だ。お馬と申したな。もしも娘が、我が娘が身を落としこのように働くことがあったら仲良く。まあ石見の田舎娘が花の吉原になど金を積んでも売られまいがな。どうぞお泊まりなし。いや、感情を。切腹は武士の花だよ。他人の手にかかって処刑されるのではなく、自らを裁くってことだ。白装束で三方の担当を手に取り、左脇腹に突き立て右に引き切る。ま、今時の侍は腹にぶっ刺す気骨もなくて、良きあたりで後ろの介錯人がブシャッと。昔の侍はすごかったらしいな。こう腹を十文字に裂いて腹綿をつかみ出す。どうだ、小野が腹の中は黒く汚れているかよく改めよ。てなもんだ。なぜ死ぬ？どうした？はいはい。二日酔いにはところてん。こいつは助かる。酢醤油、黒蜜はないのか？江戸っ子でしょ。はい二問。取るのかよ。竜道、何飲んでる？あ、二日酔いには向かい酒って決まってるだろうが。何をのんきな。用意はまだ水道の中に潜んでいるんだぞ。しかしあの酒、用意の味がほのかにして美味だったね。策を講じた。なるほど、水道の水をせき止めるのですね。奴は干上がり水を求め大川へ、そして海まで流される。水子という妖怪がいたな。まさに奴だ。水はわかりますが、なぜ虎なんです？暴れる酒飲みを大虎という。あんたまだ酔ってるだろう。カニこれでこれでなんです。海に流れていっちまうとも言いましたね。大きくなりました。
とにかくこれで酔いは冷めたな。おいらん、後でやりますから。あなたはすぐ噛んで切るから。それであの岡田という方は石見の国のとある藩の勘定方だそうです。石見。ここが岡田様の藩。7年前お隣の浜田藩がお上の取り調べを受けました。朝鮮と密かに交易したとのことで。朝鮮。石見の近くの竹島ではいい竹が取れるのだとか。ここは朝鮮の領土だから、竹を買うのは異国との商いで、浜田藩はきつくお叱りを。そして岡田様の藩も竹島で竹を買っていたのです。竹。その竹は隠されていたのですが、殿様が江戸に下られる係に困り、岡田様は売ってしまわれた。それでどうなるのですか？もし幕府に知れれば一大事ですから、岡田様は切腹。何もなかったことに。でも岡田様は悪くない。悪いのは藩だ。今の話の竹島ってのは現代のウルルン島のことです。今でいう竹島は私たちの頃には松島って呼ばれて、日本の内とされていました。こっちが日本であっちが異国。線を引いたところで同じ海に変わりゃしないものを。岡田さんは殿様のために良かれと思って竹を売ったんだ。文句を言ってやる。でもね、アトル、悪いのはじゃあ殿様かい？殿様が江戸に下れなきゃ幕府は許さない。いや、そもそもご法度の交易がバレれば家はお取り潰しだ。そうなりゃ殿様だけじゃない、何千って家臣が国を失う。それを岡田様一人が腹切れば救えるんだ。でも悪いのは、そうだ、異国と商いしちゃいけないなんて言ってるやつだ。それまさか。策を講じた。お奉行様。そんな話をするためにわざわざ強胆だな。私たちが簡単には手出しできないからって憎らしい。異国と勝手に商いするはなぜ罪か。答えは簡単だ。異国と交わればそこにいさかいが起きる。人は自分と異なるものを見つけ、それを蔑む。そして隙あらば牙を向いて他を犯す。かつてこの国はかの半島に手出しした。今度は彼らの番ではないと言えるかな。だから商いも許さないというのか。この国に縮こまっておれと、吉原の遊女のように閉じ込めて。案外日本人は閉じ込められるのが好きなのかもしれんぞ。あなたの先祖はイスパニアに滅ぼされ、テキサスも奪われた。見てきたはずよね。国は簡単に奪われてしまうのを。鳥居が戦から国を守っているんだとしたら、本当は誰が悪い？誰のせいで岡田さんは死ぬ？おやめなさい。答えが出ないことに悩むのは。それでも私にできることはまだある。酒蔵を壊しているのか？酒の用意のくせに酒が敵のようだ。やるぞ、新兵器清正。あ？知らんのか、加藤清正の虎退治。知らん。前へ才蔵。はい。
やるぞ。やれやれ、これで。おい、才蔵、救ってるぞ。いいから前へ。嫁入り前の娘だぞ。嫁入り先は探してやる。いいか、早くしないと。アビ。おう。こうか。あ、油が古いね。これが用意。それも相当強いですよ。それでなぜ呼んだ？呼んだのは私だ。お前たちなら江戸中の用意の気配がわかるのだろ。そりゃまあ。今酒の用意が町を騒がせているとか、その用意を作ってしまった者はどこにいる？それを知ってどうなさる？異界への道を見つけたい。おお、誰の手も届かないところに送ってあげたい人がいる。用意を作った者ならそのそばに異界が開くから。ハトル、そりゃ。案内いたしましょう。異界への道だって？それは私たちが一番探しているものさ。急がないと。朝には岡田さんが。もうダメ、抑えきれない。雪安さん、燃やすか。ああ、やってくれ。これは酒の中にある酩酊成分アルコーホールとかいうものか。酒という文字は酒樽の形を示したもの。あれが奴の正体だってに40年も酒飲んできたわけじゃねえ。はあ、こりゃうちのとっくりですな。しかしまた汚れて。あ、これ旦那さんいつものこうのですよ。は？ああ、そうか。いつも酒を買わされに来る子がいるんですわ。決まってこれで。父さんじゃない、父さんじゃない。あの子が用意を。プンプンしますよ。雪圧。なんでここにいる？用意が。ああ、用意がこの家に関わりがあるらしい。いい飾り職人らしいが、酒を飲むと人が変わる。暴れて娘を殴る、物を壊しまた飲む。娘は酒屋には笑ってこう言うそうだ。あの時の父さんは父さんじゃないんですってね。父親じゃない。酒が化け物なんだ。あれは別の怪物だ。そう思い込みたい気持ちが用意を作る。あと少しですよ、あの子が異界を開くのは。どうやって？背中を押してあげましょう。本当の父親の姿を認めることもできない。用意も作った。あと少しだ。もう一刻もこの世にいたくなくなるように。そんな。さあ早く早く。異界に連れて行きたい人がいるんでしょ。今でもあの子は最悪の場所にいる。これ以上どんな目に遭わせればいい？それが岡田さんのためにすることか？早く。
見ろ、これがお前の親父だ。顔をそらすな。お前も目覚ませ。もう用意は現れないのか。あの親父はあさってにもなればまた酒を飲む。そうしたらわからんねえな。だからってあの娘をどうかできるか。アトルはもう異界を求めたりしない。そうかね。この世にいる理由なんて何にもないもんさ。岡田、面白かったな、あのバカ騒ぎは。面白いか、この世は。窓の外の空を見たら雲がハートの形に見えたよ。息を大きく吸い込めば心が大きくなった気がするね。愛とは何かなんてこの年じゃわかるわけないけど、いつの日かわかる時が来るのかな。から見える木の枝も葉も毎日毎日伸びているよ。これからも伸びてくよね。こんな時にはこんな歌が似合う。自分の今思う気持ちを口ずさめ。愛しているという素敵に響く言葉が未来にいる自分をきっと今の何倍も大きく優しくさせてくれるのかもしれない。用意が人の心から生まれるものなら戦いに終わりはない。都合のいい悪役を黒幕に仕立ててみても本当のことから目をそらしただけ。23の話、インバヌマ古堀筋ご不審。